本日はお忙しい中ご参集くださいまして誠にありがとうございます。会場にお集まりの皆様、そしてインターネット配信をご覧の皆様、お待たせいたしました。本日の司会を担当いたします渡辺大成でございます。どうぞよろしくお願いいたします。本日は明日大阪城ホールにて開催しますレックプレゼンツドミニオン 6.9 in 大阪城ホールベストオブザスーパージュニア31決勝戦の公開記者会見を行います。プレスの皆様はぜひ幅広くお取り扱いいただきますようよろしくお願いいたします。まずはじめにダブルメインイベント 1IWGP 世界ヘビー級選手権試合ランバージャックデスマッチの調印式を行います。立会人は新日本プロレス取締役会長菅林直樹が務めます。菅林会長、よろしくお願いいたします。まずはチャレンジャーイービル選手の入場です。続きまして第9代チャンピオンジョン・モクスリー選手の入場です。それではまずチャレンジャーイービル選手よりコメントをいただきます。今日ここでよ、この偽物チャンピオンモクスリー、てめえに言いたいことはよ、おめえは大きな選択ミスをしたバカ野郎だってことだよ。今さらよ、第三世代なんて連れてきて一体何ができんだよこの野郎。お前はよ、何も知らないようだから教えといてやるよ。あいつらは人として人間として何一つ尊敬することのできない存在だよ。身も心もよ、じじいになっちまった単なるゴミかすよ、俺。ああ、じじいの前にクソつけんの忘れてたわ。明日はよ、おめえだけじゃねえよ。あの第三世代のゴミかす、あと翔太、あいつらもろともゴミ処理してやるからよ。感謝しろよ、分かったかよく。覚えとけ。イービル選手ありがとうございました。続きましてチャンピオンジョン・モクスリー選手よりコメントをお願いいたします。I have traveled a long
Long way here to Osaka to whoop this guy's ass. This is not about sport. This is not about competition. This is about crimes. This is about indiscretions that need to be paid for. This is about disrespect that cannot go ignored. Evil, you are a fantastic wrestler. We could have done this any way you wanted. You want a title shot? I'm easy to find. All you got to do is ask. Remember tomorrow. Remember tomorrow night when the bullets are flying. You wanted this. You wanted war. You wanted chaos. Tomorrow night, I am prepared to walk through hell. I was born to walk through hell right here at Osaka-jo Hall. Tomorrow night, the house of torture falls. 時間をかけてこの距離大阪までここまでやってきて、そんなわけわかんないたわごとを聞くことになるとは思わなかったよ。明日のこの試合は正々堂々としたスポーツとしての戦いではない。お前が今言ったような誰に対しても尊敬のない言葉、そして自分に対する侮辱、こういったものをクリアにするために戦うんだ。イービル、君ってとってもファンタスティックなレスラーだよね。タイトルマッチやりたいって言えばやらせてもらえて、メインイベントやりたいって言えばこうやってやらせてもらえるんでしょ。でもね、明日はどんなカオスを味わわせてあげようかって今自分は思っているところだ。地獄の中を歩き回るのは俺にとっては朝飯前なんだよ。大阪城ホールまでの道のり、そして大阪城ホールからの帰り道、お前に地獄を味わわせてやる。ハウス・オブ・トーチャーは地獄を見るだろう。モクスリー選手、ありがとうございました。それではここで記者の皆様によるご質問をお受けしたいと思います。ご質問の方は挙手の上、媒体名、お名前をお願いいたします。はい、新日本プロレス公式です。イービル選手に伺いたいんですけども、先日、棚橋宏社長の就任半年会見というのがあったんですけども、そちらはご覧になられたでしょうか。はい、棚橋宏選手の社長のですね、半年。それについて何か言えってことか、おい。ああ、いいだろう。あいつらに言っといてやるよ。お前らが先に表で手出したんだからなっていうことだよ。ありがとうございます。じゃあもう一問。モクスリー選手に質問ですけども、今回セコンドをというかサポートを第3世代の選手、永田選手、真壁選手、天山選手、タイガー選手がつくことになりますけれども、改めて、この第3世代にお願い、頼んだという部分をちょっと思いを聞かせていただければと思うんですけども。All the men who will be in my corner tomorrow night have my deepest respect. These are people I have studied, I have learned from. These are men whose wisdom I have sought out. And guys I consider friends, more so than anything. The reason I want them out there tomorrow night is because these are guys, experienced guys, but more importantly than that, these are guys who've been everywhere, done everything, done it all, seen it all, have no patience for bullshit, and can see through bullshit very, very easily. And the house of torture is bullshit. 今回セコンドに頼んだ第3世代の選手たちというのは誰よりも自分がリスペクトをしている選手たちです。そして今回彼らがセコンドに立つということは彼らが持つ知恵、そして経験、そして彼らが日本中を旅して経験してきたすべてを自分と共に共有してくれるということだと思っています。でそして彼らが今何を許さないか、それはハウス・オブ・トーチャーの暴行だと思います。
あんなことは許さないはず。ハウス・オブ・トーチャーへ対する思いというものも明日はすべて見せたいと思っています。ありがとうございました。続きまして。東京スポーツの岡本と申します。イービル選手をお伺いしたいんですけれども、本日ベルトの方をお持ちになられてないようなんですけれども、そういったどういった理由というかありますか？岡本よお前もよ、こいつが手癖悪いの知ってんだろ、この野郎。ここに持ってきたらこいつに泥棒されるだけだろ。明日持ってきてやるからよ。それだけで。モクスリー選手にお伺いします。イービル選手がですね、もう一本のベルトを持ち出して自分がチャンピオンで、モクスリー選手は偽物だというような発言をされているんですけれども、モクスリー選手のベルトを黒く塗られたりですね、そういったベルトをめぐる一連のイービル選手の行動というのはどのように、今考えていらっしゃいますか？That's exactly what I'm talking about when I talk about crimes that need to be paid for, indiscretions that need to be paid for. Look, you can say whatever you want about me. You can do whatever you want to me. You can drag me through the streets. You can hook me up to the back of a truck and drive me through the streets of Osaka. You can beat me up, bloody me up, call me whatever name you want. But a lot of people, for decades and decades and decades, put their blood, sweat, and tears into making the IWGP Championship the greatest championship in all of wrestling. And I have a lot of respect for those guys, and I see the path that they laid out for everybody else. And you're going to go and piss on that? You can piss on me, but don't piss on that. Don't piss on that championship. This is nothing. This is a piece of metal. It doesn't mean anything. But what you did means something to me. And I'll be perfectly honest with you. I kind of like the way the black looks on the gold. So I know he meant to mess it up and make it look bad. But it actually, I think the black actually works. So we're going to wash this off, make it look better. But we might stick with the black motif. So thank you for that, Evil. But I haven't stopped carrying this around. I didn't wash it off. I still wear it everywhere I go, proudly all around the world. And the way I see it, the damage that he has done to this belt, it is simply a scar. And there's no life worth living that doesn't leave you full of scars. イーブルがやったことを、そういったすべてを償わなければいけない。彼が犯した罪というのは大変大きいということをここでも理解してもらわなきゃいけないと思います。彼がストリートに出て俺をどのように痛めつけようと、大阪の街で引きずり回そうと、何をしてくれても構わないけれども、このチャンピオンシップベルト、今自分の目の前にあるベルトというのは過去のチャンピオンたちが作り上げた血と汗と涙の勲章であり、そういったものも全て、運んでいるのがこのベルトだというふうに思っている。なのでこのベルトに対してリスペクトをするのは当たり前のことであり、黒く塗られたということについて、これはきっと彼の個人的な自分への怨恨からやったものであって、このチャンピオンベルトが汚されることはないと思っている。なので黒く塗られたものもそのままにしているし、その中にはゴールドが残っているということも自分は分かっているので、洗えばそして磨けばもう一回輝くものならばそのままにしておいて、これこそが自分の黒という、テーマカラーでもあるので、逆になんか色塗ってくれてありがとうって言いたいくらいです。なので洗わないで、そして磨かずに黒のままでいるというのは、自分のカラーを出すということにも意味があるし、そして、世界中運んでいくことによってできた勲章、その一部ということになるだろうと。自分に対して唾を吐こうが何しようが構わないが、このベルトに対してやったことについての罪というのは償ってもらおうと思う。ありがとうございました。他に質問の、はい。モクスリー選手にもう一点お伺いしたいんですけれども、大阪城ホールの大会の後にですね、所属されているこの AEW とですね、新日本プロレスの合同興行のフォービドゥンドアが控えてますけれども、今回防衛に成功したら当然そちらでも防衛戦を
行いたいという考えはありますか。そしても、もし、そこで防衛戦ができればこう対戦したい相手なんかはすでにイメージがあったりされますでしょうか。I 100% plan on being at Forbidden Door, and I will defend the IWGP Championship against. It sounds really. It just sounds so lame to say like, well, I'll face anybody they put in front of me. I won't run from anybody. But when I say that, I really mean that. When I say I'll take on anybody, I actually mean that. I'll take on anybody, anytime, any place. I don't give a shit. I'll fight you right here in the streets outside of Osaka Joe Hall. I'll fight you outside of a Waffle House in Tuscaloosa, Alabama, in the United States. So yes, I will be at Forbidden Door, and I absolutely don't care who they put in front of me. Everyone is the same to me as soon as the bell rings. おっしゃる通り 100% 自分の計画としてはこのベルトを明日防衛することができたらフォービデンドアに出場する、そして、防衛戦を行うという気持ちでいます。 IWGP のベルトを持ってどこにでも行きます。ただ、誰か対戦相手というとこういった言い方をするととてもありがちな答えになってしまうんですけれども、本当に心の底から対戦相手は誰でもいいと思っています。それはなぜかというと、リングに入れば自分にとっては誰でもいい、同じだからという意味があります。いつどこでどんな状況であろうが自分は戦う。それがもちろん大阪のストリートでもいいし、アメリカのアラバマの片田舎でもいいし、どこでもいいんです。リングの中じゃなくてもいい。このタイトルマッチをできるということは自分にとって大切なことであり、その相手が誰かということは自分にとっては重要ではないです。ありがとうございました。他に質問のある方は。ありがとうございます。それでは調印書に署名をいただきます。チャレンジャーチャンピオン立会人のサインが入りました。それでは写真撮影に移ります。両選手はテーブルの前へお並びください。以上で IWGP 世界ヘビー級選手権試合ランバージャックデスマッチの調印式を終了いたします。選手の皆様ありがとうございました。
続きましてダブルメインイベント2ベストオブザスーパージュニア31決勝戦の記者会見を行います。まずは石森泰治選手の入場です。続きましてエル・デスペラード選手の入場です。それではまず石森泰治選手よりコメントをお願いいたします。石森泰治だ。待ってたぜこの時を。俺がめちゃくちゃやりたかった男。今年は別ブロックになって縁がないかなと思ったけど、お互いすげえな。しっかり勝ち上がって巡り合った。6月3日準決勝後からワクワクが収まんねえんだよ。今年もちゃんとお前を嘘つきにしてやるからよ。俺がジュニアの強さ、凄さ、そして俺がスーパージュニアだっていうことを教えてやる。立てないぐらいの最高な一夜にしてやるからよ。すべては巡り合わせ、自然とこうなる運命。お前らもうわかるよな。神の恵み。いや、明日に取っとくわ。石森選手ありがとうございました。続きましてエル・デスペラード選手コメントをお願いいたします。これ入ってんのかよくわかんねえな。今シリーズ、いろんなインタビューなんかでも聞かれたんですが、グレイスとは何かと、なんで俺に聞くのかよくわかんないインタビューとかもあったんだけど、あんまりね、人のコメントを茶化したりとか、そういうのは好きじゃない。どういう意味かなっていうのは深く考えたって分かんねえなと思ってたんですけど、今のどうもお話を聞いてると、決勝戦で僕と当たることがグレイスだったというふうに僕は勝手に受け取りました。だとしたら非常にありがたいなと。石森選手とやるときは基本的に自分の頭が空っぽになるまで、もう全部これ以上何も出ないよっていう状況まで追い込まれるんですよ。でそこから勝つか負けるかっていうのはギリギリのところで戦うんで、毎回しびれるような試合ができる。
だからこそ新日本も簡単には組まないんでしょう。で実際こうやって別ブロックになったけど、お互い順当とはいえなかなかお互いかなりしびれるような試合をいくつも経験して上がってきました。その一個一個全てが、スーパージュニアというもののブランドを象徴しているとは思っています。明日それの集大成が、石森選手がよくこの決勝に対して言ってたのが、俺がジュニアの戦いをもう一個上に引っ張り上げると。非常にありがたい。俺は基本的に他の人でもできるようなことしかしない。飛んだり跳ねたりがうまいわけじゃない。人間のコントロールがうまいわけじゃない。いい体してるわけでもない。だから自分ができることを精一杯やった結果が今ここにつながってる。すごいことをできる人にはすごいことを一生懸命出してもらいますけど、結果みんなができることでも戦って俺がスーパージュニアになれるということを証言します。そして証明します。俺が優勝する。デスペラード選手、ありがとうございました。それではここで記者の皆様によるご質問をお受けしたいと思います。ご質問の方は挙手の上、媒体名、お名前をお願いいたします。どうせ公式とトースポしか質問しないんでしょこれ。それではお願いします。しかいねえじゃんと、そもそも。すいません、新日本プロレス公式です。今お二人の話を伺っていても、あるいはインタビューとかを読ませていただいても、非常にリスペクトが伝わってくるんですけども、お互いの、逆にというか、対戦相手よりも上回っているポイントと、あと相手の警戒するポイントをもしあれば、お一人ずつ伺えればと思います。じゃあ石森選手からお願いできますか。それ今聞く？あったとしても俺は言わない。ありがとうございます。じゃあデスペランス選手。勝ってるのは体重ですね。他に勝ってるところってないんじゃないですか。ビジュアル的な問題でしょ。で腹筋の数だろ。あと各種関節のコンディションとかもそうだと思うけど、基本的になんか怪我してるイメージがない。俺もないだろうけど、警戒する場所なんかもうこの人全部警戒しなきゃ勝てないんでね、答えにならない答えしか出ないです。すみません。ありがとうございます。ありがとうございました。他に質問は？どこだどこ？日刊スポーツとかですか？どこだ？すいません、東京スポーツの岡本と申しますけれども、LINE で聞けよ。そういうわけにもいかないです。公開なんで。お二人ともですね、ベスト・オブ・ザ・スーパージュニアの準優勝の経験をお持ちでして、ジュニア、新日本ジュニア、高橋宏夢選手を含めてですね、3強と言われて親しいと思うんですけれども、このベスト・オブ・ザ・スーパージュニアのタイトルだけを取ったことがない。そして、明日の試合でですね、どちらかが必ず初優勝を飾って、どちらかは必ずもう一度準優勝を、という結果に終わってしまうというですね、非常に何かこう、分岐点といいますか、お互いのキャリアのというふうな試合と見れるんですけれども、そういった側面を、どのように捉えておられますでしょうか。お二人に聞きたいんですけど。そうだな、確かに勝っても負けても言った通りターニングポイントというか大きなポイントになると思うし、ただこれを取った時に俺がどうなるか、それがちょっと楽しみかな。
まあ正直なんか今言われるまでそんなこと全然気にしてなかったんであれですけど、なんだろうな、決勝に行って戦うっていうこと自体、それだけでもうかなりいろんなものを積み重ねてきてるから、もうこれを取る取らないっていうのはものすごく大きなことなんですけど、実際僕がうんともすんとも言ってなかった時にやっぱりヒロムとやって、そこでね、1回目のあれどこだっけ、武道館だっけ、武道館かで、なんかいろいろこう非常に人から注目してもらえる選手になったけど、あの時もね結局負けてるんで、確かに優勝と準優勝っていうものすごく大きな分岐点にはなるんですけど、結果この2人が、試合をやって、多分石森選手が言ってるような、ジュニアのレベルをもう一個上げる戦いにはなると思うんですよ。そうなった時にその3強かと言われて久しいと言ってもらってるんですけど、多分僕、石森選手、ヒロムのこの3人に印象で追いつけるかどうかっていうのはまた差が広がるんじゃないかという気はしてますね。そんな感じです。ありがとうございました。他に質問のある方はいらっしゃいますか？他の媒体はどっかにいるんですか？他の媒体は、大丈夫ですか？大丈夫ですか？大丈夫ですか？はい。それでは写真撮影に移ります。両選手はテーブルの前へお並びください。以上でベストオブザスーパージュニア31決勝戦の記者会見を終了いたします。選手の皆様ありがとうございました。以上をもちましてレックプレゼンツドミニオン 6.9 in 大阪城ホールベストオブザスーパージュニア31決勝戦の公開記者会見を終了いたします。ご来場の皆様並びにインターネット配信をご視聴の皆様、最後まで誠にありがとうございました。報道関係の皆様には本日の内容につきましてお取り扱いのほど何卒よろしくお願いいたします。本日はお忙しい中誠にありがとうございました。